こんにちは、ヒロです。普段 Figma でデザインを作っているときに、ここの動き静止画じゃなかなか伝わりにくいかなって場面ありませんか？例えば、ホバーやモーダルなどのシンプルな動きであれば、Figma のプロトタイプモードで簡単に実装することができますが、それがオンラインサイトの詳細ページだとどうでしょう？商品画像のスライドショーをはじめ、カラーや商品タイプの変更ボタン、購入数の変更など、複雑な機能があればあるほど、プロトタイプでの再現がなかなか難しくなってきてしまいます。実際 Figma のプロトタイプ機能を駆使すれば、こういった動きでも再現することは可能です。しかし、例えば数量を変更したら単価かける数量で合計金額を再計算するみたいな複雑な動きを実装しようとすると、まずは変数を用意して条件分岐を設定してみたいな、もはやデザインではなくちょっとしたプログラミングのような作業が必要になってきてしまいます。正直検証段階でこういったものにそこまで時間をかけることはできません。だからといって、クライアントやエンジニアに動きを説明する際に、静止画のデザインカンプを見せながら、ここのボタンを押すと、こことここが計算されて、ここに反映されるみたいな説明だと、なかなか伝わりにくいですし、毎回そういった説明するのも大変になってきてしまいます。そういった動くプロトタイプは欲しいけど、手間はあんまりかけられないというようなデザイナーの悩みを解決するのが、今回紹介する Figma Make です。Figma Make を使えば、静止画のデザインを実際に動くプロトタイプに変換してくれます。今回は、このすでに出来上がっている商品ページのデザインを使って、インタラクティブなプロトタイプに変えてみたいと思います。まずは Figma のファイルブラウザ画面から Figma Make を立ち上げます。入力フォームが表示されるので、ここで作りたいものを指示します。今回は作成済みの Figma データを使うので、プラスボタンからデザインを店舗を選択。ここでデザインの指定をするんですが、ここにデザインをコピペして貼り付けるか、もしくはフレームのリンクを貼り付けて指定することも可能です。これに加えてテキストのプロンプトの指示も加えます。今回はこの商品ページを実際に動くようにして、数量の増減に合わせて合計金額が自動計算されるように、あとはカラーの変更機能と画像のスライドショーも機能させてと指示してみます。これで送信ボタンを押すと Figma Make が生成を開始します。はい、生成されました。これデザインの通りにめちゃくちゃ綺麗に作られてます。テキストとかもちゃんと画像じゃなくてコードで組まれている感じです。これはめちゃくちゃすごいです。ではちゃんと動きがついているか実際に触ってみたいと思います。まずは数量のセレクタです。プラスボタンを押してみます。数量の変化に合わせて合計金額が勝手に再計算されています。これすごくないですか？ Figma で普通にやろうとしたら少なくても30分ぐらいはかかる作業が、ほんとプロンプト1行で完成しました。次にバリエーションなんですけど、ここはもしかしたら画像を用意してないから変わらないのかもしれないんですけど、ここのチェックボックスはちゃんと変わっています。で、スライドショーはちゃんと実装されてます。これめちゃくちゃすごいです。これだけでもかなりいい感じなんですが、触っていると、こここうしたいなって部分が出てくると思います。例えば、カートに入れるボタン。今は押しても反応が地味です。そんな時はここにある、ポイントして編集機能を使います。これがめちゃくちゃ便利です。修正したいパーツを直接クリックして、ピンポイントで指示を出せます。このボタンを押したらカートに追加しましたというトースト通知を出してと入力します。これで生成結果を待ってみると、はい、できたみたいです。これでクリックしてみると、こんな感じで右下にカートに追加しましたというトースト通知がちゃんと表示されました。AI の生成って一発で完璧なものを出すのは難しいんですが、Figma Make を使うとAI と会話しながらデザインをブラッシュアップしていくことができます。これが実際の現場でも活用できるポイントです。ちなみになんですけど、ポイントして編集機能は有料シートの機能なので、その点注意してください。はい、ここから Web デザイナーにとって重要なポイントがまだあります。動きをコードで生成してもらったはいいけど、ここからさらにデザインファイルで編集を加えたいってことありますよね。それができちゃうんです。右上のメニューからデザインをコピー、これを選択します。で、Figma のキャンバスに戻ってこれをペーストしてみます。はい、なんと AI で作ったプロトタイプが
編集可能なデザインデータとして書き出されます。ちゃんと画像ではなくて、レイヤーとして構造が保たれています。なので、今までの AI みたいに、生成したらそこで終わり、使い捨てではなくて、そこからさらに僕たちの手でデザインファイルでの調整が可能になるんです。つまり、AI 生成とデザイン編集を自由に行ったり来たりしながら作り上げていく。そんな新しいデザインの制作が可能になります。Figma Make を活用することで、今まで動きやロジックにかけていた時間をデザインのクオリティに注力したり、デザインのアイデア出しの時間に使えるようになります。気になった方はぜひ Figma Make 試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。